さて今回の関西リーダー列伝はこの銀の粒を作っている企業のリーダー。皆さんこの銀の粒知ってますか？これケーキの上に乗るやつ？違う？そう、何これ？これ何？これ何？これ何？ジンタンとかですか？ダウンタウンのまっちゃんとかがなんかテレビでなんか食べてるみたいななんか言ってたと。何ですか？ジンタンジンタンとかーっとしますやろ。パーッと口からフレグランそうスがね、そうそう独特なね、昭和感満載の。いい言葉だな。口からフレグランス。ジンタンまだあるんですか？もちろんまだありますよ。とはいえドラッグストアに行くと売り場はずーっと奥の奥。ありました。そうね。歯磨きコーナーの一番端っこ。あった。年配の方が一番多く根強い人気でね、やっぱりこれでないとダメやいう人がね何人かおられてね。何人かっていうのは何人かって。一昔前はおじさま方にことのほか愛されたジンタン。その正体は16種類の生薬が配合され、気分不快、口臭、乗り物酔いなどを緩和してくれる甲虫清涼剤。これを日露戦争中だった明治38年から作り続けているのが大阪玉造に本社を構える森下ジンタン。そのリーダーがめっちゃ食べた。ジンタンはいつも持っているんですか？そら今日だけじゃないですよ。別に普段も持ってます。森下ジンタン第9代社長森下裕二。社長も口にするジンタンの売り上げはなんとピーク時のわずか 3% まで激減。しかし森下ジンタンは今やただのジンタン屋さんではなくなっていた。その秘密が100年以上のジンタン製造で培った包み込む技術。今や世界が注目する最先端テクノロジーに進化し、人類を救うあのワクチンの開発にまで着手しているというのだ。というわけで大阪100年企業の驚きの挑戦と森下社長の成功秘話にジャストミートや。関西リーダー列伝キーパーソンの成功秘話。さあ始まりました関西リーダー列伝、福澤明でございます。では早速今回のリーダーをお招きいたしましょう。森下ジンタン株式会社森下裕二社長です。どうぞお入りください。よろしくどうぞ。どうぞお座りください。ねえ、エレベーターの中でザーって口にねジンタンを入れておりました。もう毎日お持ちなんですか？しかし先ほどドラッグストアのですねちょっと悲しい現実を社長にご覧いただきましたけども、正直言ってさん、我々昔はジンタンねよくね、お世話になりましたけれども、私はお世話にはなってないの。なんないですよ。そう？なんないで。だけど、私もジンタンにはすごく憧れがありました。憧れというと？小さい頃、草川優馬さんっていうアイドルみたいな方、もうあと新沼謙治さんとかが CM やられてたんですよ。新沼謙治さんの CM あったな。幼い私は、あれが何なのか分かんないまま、ですっごい欲しかったの。なんで大人になったらあれがでやがてジンタンを口にしたことあります？まだしてないんです。してないの？してないですよ。じゃあちょっと今言っちゃってください。そんなだって社長前にしてジンタン食べたことありませんって、それはちょっと失礼な話でしょ。憧れのやつですよ。かぐわしきこのだいたい10粒前後ね。このぐらい、このぐらい、ちょっとうわ、初めてジンタン食べる人俺初めて見る。噛むと16の生薬がうわって出てくるから。
面白い。苦いでも分かる、気分転換とか、そうなんかちょっと気合い入れたい時これめっちゃいいかも。ねえ、門倉さんすいません、なんか置いてきぼりを食らって門倉さんはございますよね、人丹経験。私あります。私漫画がすごい好きで、エスパーマミっていう漫画ご存知ですか？エスパーマミがテレポーテーションするのに人丹が必要なんですよ。それで人丹ってどんなものかなと思って食べて、一時マイブームになってました。それ何歳ぐらいの時ですか？中学生ぐらいの時ですね。中学生の時に。そもそも人丹ってどういうふうに作られているのか、私はこれは存じ上げませんです。ちょっとこちらご覧ください。これが先ほどの社長16の生薬ですね。でも眺めても何かよく何が何なのか分かりませんけれども、肝臓とかよく聞きますよね、これね。あと甘茶。全部日本で手に入るんですか？入らない。まあ日本のものもありますけど。です。これ社長何を煮詰めて今練りですね。調合して。お菓子じゃないよ。チョコレートケーキっぽくも見えますけれども。でもちょっと漢方薬みたい。まだ柔らかい状態です。あ、なんか丸くなりましたね。細かくなった。ただこの段階でまだ茶色ですね、これね。そうですね。でも丸いね。でこの後銀箔でコーティング。本当に銀なんですか？純銀ですね。そう。うわ、だからこれ風で舞うような形で本当の細かい。わあ。もともとは銀じゃなくて、まあベンガラっていうのでコーティングしてましたけど、今もまあ合金というか銀がまあ当時の考え方で。昔は赤だったんですか？そうですね。ベンガラで一番最初は。完成まで8日間でこういう商品になると。本物の銀なんですって。ねえ、びっくりしました。知らなかった。もともとは中の生薬をこう維持するためにっていう考え方ではありますけど。そうだったんですか。ぶっちゃけこの人丹の売り上げって全部の売り上げのどのくらいなんですか？今まあ昔から比べると数%のレベルになってますし、会社全体からすればもっと少ないですね。そうです。いやでも門倉さんね、こういう誰もが知っている看板商品のあることによるこの難しさとか苦労って当然あるでしょうね。そうで、看板商品とかロングセラーの商品があると、すごくこう強みでですね、ブランド力とか知名度が高いっていうのがあるんですけど、やっぱり弱みにもつながる部分があって、ロングセラー商品に安住してしまうというか、こうあぐらをかいてしまって、新しいことになかなかこうチャレンジしづらくなるというか、行動経済学で現状維持バイアスが働くってよく言うんですけれども、こうリスクを冒して何か新しいことに挑戦して失敗することを極端に恐れるようになるので、なかなかこう新しいことに挑戦できなくなるっていうようなところありますよね。そんな中、森下人丹さんは人丹作りの技術を発展させ、新しいものを生み出しているんです。さらに今までにないワクチンが生まれるかもしれないということらしいですよ。では世界が注目する森下人丹の技術にジャストミートや。人丹から発展した世界が注目する包む技術とは一体？枚方にある研究施設にその秘密があるとのことで、ノウハウの塊だという部屋を特別に見せてもらった。ノウハウの塊。中には見慣れぬ機械を前に作業をする男性が2人。青いイクラのような粒が次々と滑り落ちている。実はこれこそが世界が大注目するつなぎ目のないカプセル、シームレスカプセルだ。企業秘密だというこの部分、特別に撮影許可をいただいた。それがこちら。一見すると液体がポタポタ落ちているだけに見えるが、実はここでもうすでに包んでいる。3層のカプセルの場合、断面図にするとこのようになっている。同心円状に3重になったノズルの内側からは中身の液体が、その周りからは2つの膜となる液体が同時に出て中身を包み込む仕組みだ。すごい。確かに包み込んでる。
なるほどね。つなぎ目がないため漏らさずに液体を包むことができるというわけだ。これやってみたいな、これ。さらに液体の中に微生物を生きたまま入れることも可能だという。膜を薄くできることも特徴で、カプセルの中には大容量の中身が詰め込める。世界が注目するわけはこれだけではない。用意したのはシームレスカプセルと一般的なカプセル。何やらスイッチを押してカプセルを投入。一体何をしているのか。胃液と同じ pH にした人工胃液にシームレスカプセルと市販のカプセルを入れました。シームレスカプセルが胃液で溶けないというような確認をしています。定点カメラで見てみると10分後、20分後、30分後。もう右は溶けたね、これ。溶けて白く濁っている一般的なカプセルとは違い、シームレスカプセルに変化はない。これがすごい技術。つまり胃酸に耐えられる耐酸性のカプセルを実現したのだ。つまりカプセルの中身を胃の先の腸まで届け、効く場所を狙うことが可能になった。この技術を使いビフィズス菌を胃酸から守り、生きたまま腸まで届けることに成功したのが機能性表示食品のビフィーナ。1993年の発売から売り上げはぐいぐい伸び、便通に悩みを持つ高齢者を中心に大ヒット。2019年の販売高は29億円と会社の売り上げの3割を占めるほどになっている。シームレスカプセルを使ったビフィーナは中国などアジアに進出。今やグローバルブランドになっているのだ。さらにシームレスカプセルはあの感染症対策にも活用されようとしている。新型コロナウイルスの経口ワクチンの研究をしているところです。シームレスカプセルが新型コロナ対策の切り札に。シームレスカプセルが新型コロナ対策の切り札。それは一体。その経口ワクチンのプラットフォームがビフィズス菌なんですよね。ビフィズス菌といえば先ほどの機能性表示食品ビフィーナと同じだが、これが遺伝子を組み換えしたビフィズス菌なんですけども、寒天培地にビフィズス菌を発育させたものですが、この白い点々みたいなのがあるんですよね。これがビフィズス菌のコロニーなんです。このビフィズス菌は遺伝子が組み換えられ新型コロナの抗原タンパクを作り出すようになっている。その抗原タンパク付きのビフィズス菌をシームレスカプセルに包み腸まで届ける。完成すれば飲むワクチンの誕生だ。注射の場合は、医師あるいは看護師が、医療機関、あるいは接種会場なんかで接種する必要があるんで、なかなか急に接種率を上げるっていうのも難しいですよね。で経口ワクチンの場合は自宅で自己服用できるんで、多くの方に一気にワクチンを投与することができるっていうメリットがあります。シームレスカプセルのメリットはそれだけではない。常温で輸送ができますので、その分のコストがかからない。冷凍冷蔵の設備が必要ございませんので、例えば発展途上国であったりとかですね、そういった設備がないところであっても、使っていただくことが可能になります。何合目かっていうと、3合目ぐらいかなというふうに考えています。いつまでにこうしたいっていうのが目標みたいなのはあるんですか？そうですね、5年以内には人での
治験っていうか、人への投与、臨床試験ですね、そういうのに5年以内には入りたいかなと思ってます。森下仁丹の事業戦略を日経新聞の神保記者はどう見るのか。森下仁丹は実は今医薬品事業に力を入れていまして、6月17日に高脂血症の方向けの薬を販売を始めました。一般医薬品とそれから医療用後発薬のような医療用医薬品を合わせて医薬品事業全体として森下仁丹は今後事業を拡大していく方針です。森下仁丹のように歴史のある歴史の深い企業をネームバリューによって一定の信頼を得られる側面もあるのかなというふうに思っています。後発薬というのはですね、今業界全体で供給不足が続いていまして、生産をすると供給がしやすい環境下にあるかなというふうに思うので、そういった意味では伸びしろのあるビジネスかなというふうに思います。来年で、森下仁丹は130周年を迎えるので、会社としての取り組みをいかに外部に発信をしていくかというところが今後の課題であり、また良い打ち出し方ができればそれがまた企業の浸透度にもつながってくると思うので、そういったところには期待がかかるかなというふうに思います。仁丹だけだったら大変失礼な話、今森下仁丹という会社は存続してなかったかもしれないですが、そのカプセル技術によって新しい道を開いて、なおかつ収益を上げてるってすごいことですよね。そうですよね。全然関係ないところにどんどん多角化していっても収益性ってなかなか上がらないと思うんですけれども、やっぱり森下仁丹っていうコアの部分があって、それをうまく応用しながら多角化しているっていう形なので、すごく効率的ですし、収益性上がりやすいのかなと思いますけど。さあそしてですね、今私のそばにございますのは、これ多分羽野さんも随分お世話になってんじゃないかと思いますね。これね、赤いこの包みの花のど天茶飴であります。これにそのシームレスカプセルの技術が利用されてるんですって。はい、僕知らなかった。ペパーミントであるとかユーカリのカプセルが飴の中に練り込まれてますので。そういうことですか。ちっちゃく入ってるってこと。ちっちゃく入ってます。これ私は舞台俳優さんたちが愛用してるんですけど、めちゃくちゃ鼻の通りがいいんですよ。口に含むでしょ。それでちょっとおさゆみたいなお湯を入れるの、そしたらポーッとねスーッと鼻通るんですよ。なんですごくいい歌が歌える。僕も勧められてこれを舐め始めて。門倉さん知ってました？いや知らなかったんですけど、私慢性的な鼻詰まりの上に花粉症もひどいんで。じゃあこれめっちゃいいですよ。これめっちゃいい。ちょっとじゃあ今早速舐めてみて。いいですか？いいですか？じゃあ自己紹介してください。舐める前3カメに向かって。鼻詰まりがひどくて花粉症もひどいんですけど、今ちょっと舐めさせていただきます。はい。で舐めます。使用前使用後が出ますよ。門倉さん。わあ。そんな。ね。でもスーッとしてきますね。でもこれ甘みとか甘すぎないのがいいですよね。ベタっとしなくて、徐々に溶けていってっていうことなので、噛む方もおられますし、舐めてるうちに溶けてはきますんで。通った、鼻通った。通りました。めっちゃスースーしてます。鼻声じゃないじゃないですか。あんま変わってないような気がする。一度製品としてはもう販売をやめてしまったんですけど。そうだったんですか。ただ当時15年ほど前ですけど、著名な歌手の方から私ども前の社長の方に手紙がやめんといてくれと。お願いの文が来たんですか。自分は歌手生活が続けられなくなると、この製品がなくなると。なのでもうぜひ続けてくれっていうお手紙をいただいて、今も続いてる。で再発売になった。そうですね。その歌手の方って我々も知ってるような方ですか。方ですか。誰だろう。でもやっぱクリスタルキングかな。じゃあめちゃめちゃ高い声。美声を商売にしてる。絶対そうだよね。ああいうタイプの人じゃない。そうじゃない。でそうこうしてるうちにですね、私の手元にいろんな仁丹、梅仁丹、これ懐かしい。懐かしい。憧れの梅仁丹。これも今売ってないんですか。今売ってないですね。美味しかった。でレモン仁丹、これが白仁丹。白仁丹ってどういう味なんですか。白仁丹は今他の仁丹は銀粒と同じでコーティングが梅だったりレモンだったりですけど、白仁丹はもうミントの菓子なので。あ、そうですか。時に野さん、仁丹のパッケージにこのおじさんが描かれてますでしょ。はい。このおじさん
って何だと思います？どういうお仕事のおじさんだと思います？おひげを蓄えて、でも制服を着てらっしゃって、お帽子も立派なのをかぶってらっしゃるじゃない、外国船の、船長さん船乗りさんね、はい、かっこいいよね、これね。確かに。門倉さんはご存知ですか？私知ってます。最初ナポレオンかなと思ってたんですけど、ナポレオンかと思って後々外交官だって分かりました。いうことでね、社長答えを教えていただいてよろしいですか？今門倉さんおっしゃっていやいや外交官ですね。外交官、はい。もともとジンタン自体、昔の戦争で中国に行った時に地元の方が害虫薬というか、何かあったらこういうのを食べてたのを見て、で日本に持って帰って、開発をスタートさせましたんで、それを海外にまた薬の外交官として健康を世界中に届けたいという思いでこのマークをつけたというふうには聞いてます。薬の外交官なんですって。名前はついてるんですか、この人に？大礼服マークと言いますけど、大礼服、そうですね、外交官の服。今何かとキャラクターになんとかくんとかなんとかちゃんって名前つけたがりますが、そういう名前ついてないですよね。キャラクターは別でいます。ゆるキャラみたいのが。はいはい。その名前はちなみに何とおっしゃるんですか？ジンタン王子っていうのが。ジンタン王子いるんだ。ジンタン王子。森下仁丹、その発祥は1893年に創業者である森下博が現在の大阪市中央区に起こした薬種商森下南陽堂。昔から中央区なんですね。じゃあ最初から現在でも続く看板商品仁丹は森下博が台湾出兵した際、現地の住民が服用していた丸薬をヒントに開発したもの。毎日いつでも服用できる病気の予防薬を作ろうとの思いからだった。めちゃめちゃイケメンですね。名前の由来は儒教の根本をなす徳の一つで、慈しみや思いやりを意味する仁。そして台湾の丸薬に使われていた丹の文字を合わせて名付けられた。発売当時のパッケージを見てみると、商品名や説明が多言語で書かれている。実はこれ、日本はもちろん世界中の人々の健康のために役立てたいという思いの表れ。その思いはこの独特のロゴマークにも表れている。この人物は健康や保険を世界に運ぶ外交官なのだ。そんな思いを引き継ぎ、20年ぶりに創業一族から社長となったのが森下裕二。森下は1972年3代目社長の次男として生まれた。父親からも匂いしてましたし、やっぱり身近なところに仁丹が常にあったなとは思いますね。子供の頃から仁丹は当たり前の存在。それだけでなく、明日は遠足やけどおやつは300円までちゃんと守るように。先生、バスに酔うので梅仁丹持っていきます。梅仁丹はおやつに入らないですよね。しょうがないな、仁丹は特別やで。やった仁丹はみんな知ってるし役に立ってる。仁丹は僕の自慢や。結構お菓子代わりにみんな食べてたりしたと思うんですけど、当時から医薬部外品ですから、お菓子と別枠というか小賢しいというか、梅仁丹はお薬ですよねと先生に、なんで300円から別で、持ってきますみたいな話を、だからすごくそういった子ども時代の皆さんに親しんでいただいてますし、今になっても久しぶりに皆さんにお会いすると梅仁丹が好きだったっていう話はお聞きしますんで、それも30年も40年も前の話ですから、本当ありがたいなと思いますね。子供の頃から森下仁丹があるから自分はご飯を食べることができている。いつか自分も森下仁丹に入社して一緒に盛り立てていくと自然に考えるようになっていた森下。中学高校時代は剣道に明け暮れた。この剣道こそ今の森下を作り上げたという。そして大学卒業後、
見聞を広めるために一旦銀行に就職。12年ほど働いた後、2007年に森下仁丹へ入社した。そして入社してすぐの会議で、この新しく開発しようとしている商品は誰かのことを一番に考えた商品ですか？利益だけを追求したものになってませんか？我が社の顔である仁丹は世界中の人々の健康のために役立ちたいという思いから作られました。これから作っていく新商品も一番に人の役に立つものでなければなりません。わかりました。お客様の気持ちに立ってもう一度考え直します。すごい。みんなお客様のためを一番に考えてる。こういうことでお困りじゃないかとか、そういったところからスタートしてましたんで、それこそ単純にものができて、じゃあこのものどこに売りましょうかっていうことではなくてですね、どういう方をイメージしてものを作っていきましょうかと。そうすると内容もそうですけど、どこで売るとか、いくらで製品として仕上げるとか、そういったところも含めてですね、徐々にそういったのが詰まっていくっていうところを垣間見たので。森下仁丹が創業から育んできた精神の一端に触れた森下。家業でもある会社のことについて一から学ぶことにした。そして社史を見ていると気になる言葉が目に飛び込んできた。再生利民、どういう意味や？世の中の人々の命や生活を救い役に立つこと。再生利民、これは弘法大師空海が説いた教えで、空海自身も水不足の地にため池を作るなど社会福祉事業に力を入れた。創業者の森下博は経営理念にこの言葉を掲げていたのだ。なるほど。森下仁丹のやることはやはり人の役に立たなければならない。俺もこの言葉を大切にしていこう。すごい立派な人で、社史も含めていろいろ見ていく中で、我が社の歴史だとか創業者の考え方だとか、その時の思いだとか、会社作った時の考え方だとか、そういったものを紐解いていくことで、どういうことを考えてスタートさせたのかなっても感じましたし、何を大事にしてたのかなっていうのは見る機会があって、で再生利民って今にもつながる非常に大事な考え方だと私は思っていてですね、ずっと変わらない考え方で大事にしたいなというふうに思いますし。その後新規事業の立ち上げに携わるようになった森下。これからはどんどん女性が輝いていく時代。化粧品こそが人の役に立つビジネスになるはずや。森下が目をつけたのは化粧品。このことを会社の相談役であり大叔母でもある美恵子氏に相談に行くと、実は化粧品を別会社でやることになりました。何考えてんの？まさかの叱責。その理由とは？森下が目をつけたのは化粧品。このことを会社の相談役であり大叔母でもある美恵子氏に相談に行くと、何考えてんの？化粧品なんてとんでもない。創業者の博さんでも失敗したんです。あなたにできるはずがない。いや、でも我々としましては。化粧品なんかよりもっと自分たちの本業に目を向けなさい。そこをしっかりやりなさい。まさかの叱責。そう家のから昔失敗した時の化粧品の残りがやっぱりあったらしくてですね。でも森下博すらうまくできなかった
粧品、時代は違いますけど、やっぱそんなもうその自分たちの本業をねやっぱりやるべきだと、そんな違う分野に行くっていうこと自体はもうそんなうまいこといくはずがないっていう話でえらく厳しく言われまして、でも我々としてもこういう考え方でやりますんでっていう話はしましたけど、実際になかなかこう化粧、今も製品はありますけど別会社にして大きく育てるっていうところまではいきませんでしたんで、やっぱり指摘の通りな部分もあるなとは思いますね。でも我々もいろいろ新しいことだったりチャレンジをしていく気持ちは持ち続けないといけないなと思うんで、いい経験というかにはなったと思います。この経験を経て森下はヘルスケア事業本部長とカプセル事業本部長を務めた後、独自のカプセル技術を生かしたカプセル受託事業に力を入れる。これから挑戦することは実現できるできないを頭から決めつけず、どんどんやってノウハウを蓄積していきましょう。はい、その先に人の役に立つ商品が生まれるはずです。ジンタン作りで培ってきた生産技術や開発力、研究成果を生かしていかにそれを応用して新商品を開発するかに注力した。そしてこの技術が現在の森下仁丹を支えるシームレスカプセル、さらに新型コロナウイルスのワクチン開発へとつながっていくのである。100年企業ながらもスタートアップのように常に挑戦し再生利民につなげようとしている。確かに。さあ先ほどのビデオ成功秘話という形で3つにまとめさせていただきました。成功秘話1、理想の経営理念とリーダーとしての指針を持つ。この理想の経営理念というのは先ほどの再生利民、そうですね、ということですね。製造業の考え方ではないですけれども、社会貢献というか、世の中に役立つことをしようという考え方ですね。ただ時代が変わってくると、実際にご提供するものは変わってくるとは思いますけど、ベースの考え方はそこで持ち続けたいなと思います。なるほど。経営理念で、再生利民っていうのが、もう創業者の理念っていうもう100年以上前の話だと思うんですけれども、今の企業がSDGs ですとか、ESG の投資に積極的に取り組んでますけど、もうそれを100年前にもう先取りしてるなっていうところで、それも素晴らしいなと思いました。なるほどね。成功秘話2、新規事業にも既存の強みを生かしたぞということですね。成功秘話3、100年企業ながらも常に挑戦。俗に僕らトライアンドエラーなんつってね、果敢なものにチャレンジするにはそこには失敗もつきものだって言いますけども、そのやっぱ失敗の部分もいくつかあったわけですか。そうですね、もうその繰り返しだと思います。だから一つのことやって一つのことだけがうまくいくっていうことはきっとなくて、昔は1000密とかっていう表現をしましたけど、やっぱり1000個やって3つっていうわけではないですけど、やっぱりいろんなことを取り組まないといけないなと思います。確かに1000密って言葉あったわ。懐かしい。1000個やって3つ、確率で何%なのかしらって話。そうですね。全く新しい分野というか、今まで自分らがやったことないところにあんまり飛びすぎても全くできる人もいませんので、ちょっとずつ自分たちの周りというか、自分たちの今まで持ってる技術であるとか経験だとか、そういったものも生かしつつ何か取り組んでいこうというのは必要かなと思います。で今私の手元にあるのが、これパッと見なんかバジルかなんかが入った調味料なのかなって感じがしますけど、これは社長何なんですか。それは美容液ですね。美容液、カプセルの入ったロレアルさんの化粧品ですね。今使っていただいて結構ですか。ちょっとじゃあ佐野さん、手に出すとこのプルプルっとした緑はあんまり出てこない。ポンプでカプセル潰れるようになってますんで。潰れた状態出てくるんです外に。すごい。でもこれさ、いい匂いだし、つけ心地もとってもいいです。これごめんなさい。いかほどなんですかこれ1本。4万円。4万円。ちょっと待って、私さっきのプッシュしたい。それ技術でいうと別の液体をここ同じ状態で使うときに一緒になるので、それは非常に意義深いかな。使うときに出来たての美容液をまんまいただいてるってことですよ。そういうことだ。ね、調合した直後の。うわ
我々自分たちで考えつく以外に、こういった先様からのご要望にお応えして製品を出せるっていうのはどんどん我々もノウハウが蓄積されていきますんで。門倉さん興味津々そうな感じもしてますけど。私もちょっと使ってみたく私がいいですか。いりますよ。肌白いですね。すごいしっとりしますね。みるみる肌に馴染んでくる。馴染んでくる。出来たてだもんだって。あ、香りもいい香り。この後ジンタン味のカレーが登場。美味しいの。すごく体に良さそうな感じがして。ちょっといい香りが時々するんですが、はい、スタッフさんお願いします。今日いろんなものをね持ってきてくださるんですよ。なんか来たよ。はい、カレーです。カレー？ジンタンの食用上カレー。レトルトカレーですね。ここにも何かジンタンの技術が生かされてるんですか？生薬はジンタンで使ってる生薬もこの製品に入ってますんで。どうするジンタンの味したら。いただきます。スパイス、辛みと甘みが絶妙な融合を見せてますねこれ。美味しい。美味しいの。でやっぱりスパイスと言わずに生薬って聞いた段階ですごく体に良さそうな感じがして一段と。本当だ。っていうかね、最初初め口に入れたら甘いでしょ。後半スパイシーですよね。めちゃくちゃ美味しい。これは驚いた。いろいろ考えてらっしゃいますね。ちょっと何なんですか。ジンタンから始まって。ジンタンさん、ジンタンさんいろいろやってらっしゃいますね。本当に。森下ジンタンの新たな挑戦。すでにプロジェクトは動き出していた。腸内細菌作らせるんじゃなくて、出来上がったものが届けば面白いことができるんじゃない。誰のお腹のフローラにも左右されずにこの技術を使って短鎖脂肪酸を届けてあげたら私たちの体にいいことがあるんじゃないかと。開発を進めているのはシームレスカプセルに短鎖脂肪酸を包んだサプリメント。短鎖脂肪酸とは腸内細菌の代謝物の一つ。胃や小腸で吸収されてしまうため口から飲んでも大腸には届かない。そこでシームレスカプセルの出番というわけだ。試作のカプセルでは便通改善や食後の血糖値の上昇を抑える効果が確認されたという。ビフィーナに次ぐ腸活のナンバー2ブランドぐらいに当社の中で育てていけたらいいなと思ってます。森下ジンタンのヒット商品はシームレスカプセルだけではない。粉を使った新たなビジネスとは。さて森下ジンタンのヒット商品はシームレスカプセルだけではない。秘密はこの粉。実はこれローズヒップというバラの果実から抽出したエキスを粉末にしたもの。一度はこのように商品パッケージに書かれたローズヒップという文字を見たことがないだろうか。実はローズヒップの体脂肪を減らす機能について森下ジンタンは特許を持っているのだ。売られている商品に森下ジンタンの文字こそないものの業界ではローズヒップといえば森下ジンタン。2015年に機能性表示食品という制度が始まりまして、簡単に言うと原料でその機能があるという報告があればそれを入れた製品でも機能を訴求できるという制度ができてからかなりうなぎ登りになっておりまして、今ではビフィーナと並ぶぐらいの大きな事業に育っております。2年前に比べるとだいたい 60% ぐらいローズヒップで増えてきているという状況です。ローズヒップの陰に森下ジンタンありなのだ。ローズヒップはご存知ですよね。ローズヒップは知ってますよ。お茶だったりとか。そうよくねティーにして飲みますけどもね。
体脂肪を減らすっていうああいう機能を表示するときには森下仁丹さんの許可が必要。そうですね。ってことなんですね。我々は特許を持ってますんで。はい。すごい。ローズヒップの研究はいつ頃からしてらっしゃるんですか。ローズヒップの研究も結構古くから、20年近く前からやっておりましたけど、自社の製品として取り組んだりっていうのはありましたけど、やはり食品メーカーさんがお取り扱いいただけるようになってから、非常に大きく広がってきてるかなというふうには思いますね。他にもその手のなんていうんですか、食品はあるんですか。食品というか素材としましては、あとサラシアっていう素材であるとか、カシスであるとか、我々のもともと生薬でいろいろ研究していたように植物であるとか、そういった素材を研究してそういった効果があれば、それは我々サプリメントであるとかそういった製品にもできますし、今回みたいに論文も含めて素材販売の事業としていろんな会社さんに製品、素材として原料としてお届けすることができれば、我々なかなかマヨネーズは作れませんし、飲み物は作れませんし、そういったのはやっぱりそれぞれの事業をされてる会社さんが非常にマーケティングも含めてお強いので、我々はただダイエットの素材は世の中たくさんありますから、やはりそれはいろんな会社さんともごして我々の製品を使っていただけるように取り組んで活動してるってことですね。やっぱこれも生薬の研究を何十年にもわたってやってるからなんですよこれね。いや門倉さん、でも技術とか素材とかいわゆる商品の礎になる部分を握ってらっしゃるってのはすごいよね。いやそうですよね。ただの普通の素材だとなかなかマネタイズ、収益上げるってことにまで結びつきづらいっていうのがあるんですけど、その森下仁丹さんのローズヒップのエキスを使わないと、製品自体が作れないっていうことになってくると、もう必要不可欠なものになってきますんで、必ずマネタイズにつながっていくっていうところで非常に素晴らしい。いやもうつぶつぶから始まって今日はいろんな体験をさせてもらいましたけども、森下仁丹さんは中央区の玉造に社屋を構えていらっしゃいますけど、大阪にこだわる理由はどのあたりにあるんですか。やっぱり玉造って仁丹作る会社からしたら良くないですか。玉を作るから。玉作りほんまや。本当だ、素材あ、そうなの。これちょっとネタとして使えるな。玉造りにあるんだよ仁丹はっていう。あ、そうなの。これちょっとネタとして使えるな。玉造りにあるんだよ仁丹はっていう。しかしね、これだけいろんなね、これがもういわゆるこの売り上げの中でのね1割を切ってらっしゃるっていう中で、今いろんな企業が社名を変えるじゃないですか。だから森下仁丹百何十年やってる中で、もう仁丹から離れて森下みたいな感じでもいいかななんて勝手に思っちゃうんですけど、そういったことをお考えになったことないですか。いや実際はあります。私ももう主力の製品ではないし、仁丹がっていうのは昔考えたことがないかというとそんなことはないです。たださっき仁丹の製品の説明でありましたけど、仁義礼智信5行の仁の字、思いやり、それから丹は含材というか生薬を丸めたものを丹って言いますけど、思いやりの塊だと思ってまして、メーカーとすればやっぱりそういったものを、例えばご家族、子供さんとか大事な人の口に入るものだとか、そういったものを安心して取っていただけるように、我々としてメーカーとしてもそういったものを世に出していきたいなと。なので仁丹って製品名ではありますけど、やっぱり我々はそのものづくりだとか思想、社内では私はそういうふうに話を、森下がどうかは分かりませんけど、仁丹はやっぱりそこはメーカーとしての考え方だとかルーツだなとは思います。ポリシー、そこに哲学があるわけですね。さあではですね、最後の質問をさせていただきたいと思います。ズバリ森下社長、最後の質問です。社長が考えるリーダーに必要なこととは何でしょうか。はい、ありがとうございます。しぶとくです。志が一番大事だと思うんですけれども、何かを続けていくとか何かにチャレンジしていくにはしぶとさがいるなと。これはもう自分勝手につけたしぶとく、志太くしぶとくやっていければなということですね。これは何の分野でもそうかもしれませんし、社員のみんなも同じ気持ちでやってほしいなと。そこのしぶとさは自分にも必要だなというふうに思います。社長の造語でいらっしゃいますね。最初は志太くっていうふうに普通に読むのかなと、これでしぶとく。これ自分で思いついたんですか。自分で思いついた。
はい、なんかいいなと思って、いいですね。いいですね。しぶとくですって。へえ。こんなことをお伺いするのも失礼かもしれませんけども、森下仁丹っていう自分の名前というか名字が社名になってると、小学校とかで森下君って言われずに仁丹って呼ばれたりしませんでした？小学校のとこはなかったですね。逆に全然うちと関係ない方、森下っていう子はなんか仁丹ってあだ名やったっていうのは言われました。あ、そうなんですか。お前のせいでみたいな話で。そうなんですか。他の森下君が。他の森下君は聞きました。私はあんまりそういうこと言われたことはない。やっぱりね、そのものズバリの方には言わないんだ。他の森下君に仁丹って言うんだ。いやでも今日はね、いろんなこのチャレンジを私拝見させていただいて、何か僕自身ももっともっといろんなものにチャレンジしなきゃいけないなっていうのを強く感じましたね。この仁丹のおかげだと思いますので、社長もこれからも社協の方しぶとくね、素晴らしいお仕事、そして健康清潔の外交官としてね、素晴らしい商品を生み出していただきたいと思いますね。今日は本当どうもありがとうございました。ありがとうございます。森下裕二社長でございました。どうもありがとうございました。仁丹深いですね。で、仁丹そのものは正直ここ10年ぐらいは食べたことなかったんですよ。でこの主力があるってんで先週ぐらい慌てて、仁丹を買い求めたぐらいだったんですけども、その小学生の時に梅仁丹を食べて、この大人になるまでの数十年の間に森下仁丹がこんな企業になってるとは思わなかった。びっくりしましたね。だから久しぶりに会った小学校の同級生がなんか外資系企業の取締役になった感じ。あの頃は地味だったのにお前みたいな、何その光沢のあるスーツみたいな、そういう感じですね。びっくりしました。